島ラーメンは豚骨塩味ですごくコクがあって濃い味を楽しんでいただきたいんですけども、そこに生卵が入っててね、その生卵を崩しながら味がこうマイルドに変化していく、その変化を楽しんでもらうっていうのが東大ラーメンのコンセプトになってます。はい、全国で何店舗？東大店舗で12店舗出店しております。全店舗で何食分ぐらい？そうですね、1日だいたい2400杯ぐらい出ております。こちら今見えてるドロドロしてるものは背骨とかげんこつとか砕かれてミンチになったりします。砕かれることでどうなるんですか？お湯に溶け込むといいますか、凝縮される。これがポンプで吸い上げられてスープだけになったものが向こうの釜の方に。だいたい1日何リットル分ぐらいです。製造で言いますと1200キロぐらいにはなります。1釜で作られている分が大体どのくらいの量になるんですか？1釜が最終300キロぐらいになりますね。今のあの状態でしたら500キロぐらいになるんですけど、煮詰めて最終300キロぐらいに。大体何時間ぐらいスープは煮込まれるんですか？最初から合わせると4時間ほど。1日何合分ぐらいお米使われるんですか？1回で炊くのが2升なんですけど、平日だったら2升を8回9回ぐらい、土日だったら10回以上11回とか。ご飯は結構頼まれる方多いですか？多いですね若い男性の方とかだったら3杯4杯召し上がる方もいるんで。卵っていうのはテーブルに備え付けの卵があるので、こちらはもういくつでも無料でお入れしていただきます。卵はかなり出ますか1日400個ぐらい、出てますね。はい、卵はどういった食べ方、おすすめとか？そのままラーメンに入れて崩しながら食べる方法と、別の器そこで溶いてつけて食べる食べ方と、あとはご飯乗っけて卵かけにしてもらうこともできるんで堪能してもらえばいいと思います。ニンニク無料っていうのも書いてあるんですか？そうですね、お好みでしたらニンニクお入れしてお出ししております。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。味玉で。お願いします。はーい。香港。いらっしゃいませ。はいよ。これが波ね。はい。今こってりです。はい。波です。じゃあ。こってりです。ありがとうございます。少しだけお待ちください。妻と旅行で、はい、朝一でこちらのラーメン目当てにやってきました。味がしっかりしていてご飯によく合うなっていうのと、卵にやっぱりよく合うなっていうのがすごく美味しいです。美味しいです。こってり大です。はい、お願いします。大です。何名様でしょうか。2名様お好きなお席どうぞ。
願いします。これ1個味玉やね。1個味玉です。よっお願いします。動画すぐ1枚入れてください。女性いらっしゃいませ。ありがとうございます。ラーメンにんにく入れることできますか？提供スピードは意識されてます？もうめっちゃ意識してます。食券の時間と提供した時間を確認して大体5分以内には出すようにはしてます。ラーメン屋で時間かかるんだったら次来ようと思わんし、トッピングももう極力30秒以内にしてくださるとお客様で運ぶに2分3分かかって麺伸びるんでっていうのはしてます。これがノーマルの方です。こっち少なめ。はい。初めてですね。美味しいです。固定台の味玉です。ご飯サービスになりますけど。大盛りでお願いします。はい。こちらご飯大盛りにしてます。お願いします。はい。お待たせしました。こってり大の味玉入りです。大変お待たせ。ラーメンにんにく入れることできますけど。手作りやから味玉を食べてほしいんだけどなかなか知らん人が多いけん味玉は食べてほしい。手作りやけんできれば肉増しの上に手作りの味玉を乗せてもらって食べてもらいたいっていうのが理想です。お願いします。お待たせしました。肉増し大味玉です。何名様でしょうか。
はいよお願いします。大のニンニク入りです。出張ですね。出張かな。出張で来られて東大に行きたいっていう初めて食べられてみてお味いかがですか？徳島出身なので、はい、甘辛で美味しいです。もう徳島は甘辛ですもんね。大好きです。いいよ何年くらいかかな？多分17歳ぐらいに入ったんで14年間ぐらい出産とか育児で離れとった時期はあったんですけど、そんだけこう続けられるってなかなか。やっぱ人間関係が一番大事だなっていう。お店のことは好きですか？どっか行っても多分こっち持ってくるってことは多分好きなんだろうなっていう。県内で5店舗で県外で7店舗。はい、県外だと、京都店、大阪の枚方店、尼崎店、兵庫店、滋賀県の草津店、関西店舗中心で出店しております。本場の徳島の味が食べられるっていう。そうですね。味はもう全く同じ味で展開しております。ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりで、やっぱりテイクアウトだけ美味しくなるんで、その味がお客さんが食べるときにピークに来るように。ラーメンがめちゃくちゃ美味しい。美味しい。ありがとうございました。固め、これ多め。やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。寸胴が10本で、こうスープなんか3日炊くんやけど、1日目骨入れて、また2日目も入れて、3日目も入れていって、毎日足していって、2、3時間かけて砕いていく作業になるんだけど、これが朝時間かかって、まあでもこれが美味しさの秘訣なんで。少しずつ、ずっと2、3時間これを続けて、焦げたらダメになるんで、ずっと混ぜ続けなんですよ。これであともう5分おきぐらいにずっと混ぜて、もうつきっきりになります。これからは一回砕いてしまったらもう焦げるんで、こう寸胴の囲いなんかもこれ手作りで作っとるけん火力が高いんで、普通より。これドラム缶切ってみんなで友達が作ってくれて、こう白濁してこうとろみまで出すためにはやっぱりできるだけ強火。
脊髄の方まで血をように出してしまって、こう全部取り除いて、臭い豚骨が僕自分自身が嫌いやけん、丁寧に作業してアクも全部取り除いてから炊き始めるんで、ちょっと時間がかかる。お昼がバタバタするんで仕込みが一切できないんで、夜仕込みになるけど、その間もずっと炊き続けで、うちのスープは臭みが多分全くないと思う。こういうアク取ったりこういう作業を徹底しとって、甘みのあるスープ、豚骨醤油になるんだけど、醤油なんかも極力味が出ないようにして、とにかくスープを味わってもらう。今入れてるからなんかはこれ半日で捨てる、当日使うスープに2日3日炊いた味じゃない新しい骨とか鶏の味を出して、最後に口当たりを良くする。このカウンターなんかも全部自分でニス塗ったりして、このテーブルなんかも、あと座敷の一枚板も一生懸命削ったんで、厨房の床作る時のコンクリート張る時からもう少しでもお金削らないから。表の看板もお金全くかけてないんですよ。ただ真っ白にしてこのぐらいの小さな名前入れてるだけで。本当に真っ白なのかなと思ったら小さく書いてあるわけですね。逆に目立つじゃないですか。何にも書いてない真っ白の看板で一番お金をかけずに逆に目立つかなと思って外観とかにお金かけてもしゃあないけん、ね、それやったら材料代やもうできるサービスにお金かけた方がええと思うんで、そういうのにはお金一切かけずに、もうできることは全部材料代に盛り込みますもう全く休みがないけ、うち連休なんか取るんですよね、10連休とかを。その時にやっと休めるけん、だいたい普段も休みっていうのは3ヶ月に1回それがやっと取れるかなんで、基本的に毎日店に入って仕事してます。16、7時間ぐらい今は。ちょっと前ぐらいはひどくて20時間以上働いて、本当睡眠が1時間とかでやってたけど、さすがに体が持たなくなって、もうできるならいくらでもしたいんですけどね。やっぱり手加えるだけ美味しくなるんで、自分が時間かけてやるのはただやけん、朝早く出てきて夜遅くまでやるのも、まあ美味しいのができりゃこれでいいからね。全て朝やるようにして、でとにかく出来たてをっていうんで朝やってます。こんなの全部うちの仕込みは1日分ずつしかしないんで、日をまたぐっていうのは美味しくないんで。夜炊いて朝までこう余熱で、低温調理じゃないんだけどそれに近い、こうスープに入れて食べる時にはホロホロになるように、これ1日分なんですけどね。
とにかく全部毎日その日の分だけ作る。寸胴はこう毎日。そうですね、毎日ですね。最終的に鏡面を目指したんですけどね、このタイルだけで鏡みたいな。どの作業ももう火の加減だけですからね。やっぱりその味がお客さんが食べる時にピークに来るように、頭は先入れてとか、げんこつはその次に入って、どのタイミングで一番美味しい状態を出すかいうので、もう全部時間を分けて。今もう50やけん、あと言うたら15年ぐらいしか仕事できないでしょ。ならもう仕事に没頭してもいいかなと思って、もう遊ぶのは若い時に十分遊んだから。じゃあ本当仕事一筋というか。そうですね、もう何の遊びも今休みの時にちょっと釣りするぐらいで。釣りがお好きなんですか？釣りが好きです、もう連休なんか取ったら釣りに出かけるぐらいです。最初朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりでやって、途中のお客さんもまあ並びが2、30人だったら10分15分では入って食べれるような状態にするようにっていう、もう待たせない仕事をしようと思って。提供するスピードだったりっていうのは意識される？はもうものすごく意識してます。もうとにかく待たせたくないんで、だからもう最初店開けたらほぼほぼ常連さんなんですよ。じゃあ一番乗りでお店に来ようと思ったら何時ぐらいに並ばれる？早い時だったら15分ぐらいから来るよね。今日なんかだったら9時やったけど、まあ日によるんですけどね。9時からでも相当早い2時間待ちますからね。もうありがたいことに本当に毎週必ずこう来てくれて、多い人なんかは週に4回ぐらい来てくれたりして、まあ常連さんがとにかく多いです。大事にしてもらってます。お店は何時ぐらいから来られてたんでしたか？9時ぐらいから。いろんなラーメン屋行ってるけど、一番今平気でラーメン、ここが自分の中では一番。無理大体仕上がりました。ほぼほぼというか毎日完売で、3本だったらもう全然持たなくて、これ以上の設備もなかなかね、まだ今のところ準備できてないんで、もうこれだけしかない。もう売り切ったら終わり。一番最初始めた時はラーメン黒だけで始めて、黒の方が、焦がしにんにくの黒マー油の修行先なんかでもやっぱりこれはもう秘密なんで、
教えてもらえないもんなんですけど、完全に自分で考えたオリジナルの黒マー油なんですけど、それからまあ自分の好みで白の方が鶏の油を使ったラーメンなんだけど、自分が好きで食べたかったから後で追加して作ったもんなんで、白の方なんかに関しては鶏油、鶏の油なんだけど、このスープに入れてこの鶏油を作るから、豚骨の油と鶏の油をちょっと、ブレンドというか混ざって美味しい油ができるようにっていうんで。多かったら大体朝100人ぐらい並んでくれますね。回ってこう来てそっちまで、ひどい時だったらあっちの敷地の外まで出たりして。誰毎回ご本当があるだろう。営業始まる時にこれで新しいスープをドバッと入れてちょうどいいように合わしてるんで。お財布ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。すみません、頭の上にトレーだけかけますね。ネギ茶黒、肩多め濃いめ、秋玉。席どうぞ。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。8番さん、バリ。バリ。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。その鳥皿はその鳥皿。ベッキーどうぞ。
1番。はい。1番さんのバリに濃いめのり玉。濃いめのり玉。はい。はい。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。またお待ちしてます。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。すみません、お待たせしました。2名様、どうぞ、まもなく多数で食券の購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。おとも2名様。とにかく来てくれるお客さんはありがたいんで、一人一人をみんなで大事にしようっていう。バリから。はいよ。早くからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。梅のり玉3番。きちんと銘柄指定で年間契約して、ね、お米もそうだし、骨なんかも県内産の骨、豚なんかも全部全て県内産で、10月から使うチャーシューなんかも、県内産のブランドの豚、肩ロースを使うようにして、もう地産地消ね、やっぱりせっかく地元に帰ってきたんで。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも早くからありがとうございました。4番固め。7枚。はい。5番バリ。はい。赤4番さん肩。バリ。5番。この水田商店で始めたのが36ぐらいやけ、15年前じゃん。東京で蒲田で最初営業始めて、4年か5年ぐらい東京で営業して、そしてこっちに帰ってきて新たにまた始めて。どうしてこの場所で？別のとこで小さいとこでやってたんだけど、コロナ禍でその時が狭い店で、でもずっと毎日行列になるけん営業できなくて、でもうこれじゃいかんっていうんで、こう大きい店で駐車場も取れるとこがええな思って、こう広めに取って、でコロナ対策でここに移動したいう形で、地元の食材で営業したいと思って、で東京辞めてこう地元に帰ってきて、今で30年余りはずっとラーメンやってる。豚骨だけど別にこうどこの豚骨っていうんじゃなくて、もう全て自分の思った通りの作り方でできるんで。どうして豚骨ラーメンだったんですか？この豚骨のお店で修行したんですけど、一番こう自分に合ってるかなと思って、こういうラーメンになりました。
自分の好きなラーメンがたそうまたま。もう好きなもんしか作らんけ。どうもいつもありがとうございます。ありがとうございました。針金に片目78。濃いめ。3番先片付けて。78片玉両方一緒。678粉濃いめ玉。豚骨ラーメンって油が多いけ油をもう極力減らしてから最後まで飲めるスープに作りたくて。登録バリー。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。3回一に行って2倍分。はい、肩多め、肩56。後ろから失礼します。ラーメン黒の針金味が濃いめになります。最初バリから後ろから失礼します。替え玉バリカタになります。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。お待たせいたしました。替え玉固めになります。ごゆっくりどうぞ。替え玉が1回無料ってあれだと思うんですけど、あちらはどうして？それもね本当はまあ最初オープン3日ぐらいやろうかなーってスタートしたんだけど、まあ、お客さんも喜んでくれるし、まあなんとなくで10年続いてますそのまま。どうぞ。両方固め、濃いめ多め。はい。替え玉バリカタ。針金玉5番。針金。
56マスターいきます。針金普通です。針金普通。はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。大丈夫です。ほな、肩に2番。肩に1番。どうもいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はいよ。1に片玉。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お待たせしました。またよろしくお願いします。2番さんご飯中です。濃いめ多め玉、2番。失礼します。チャーシューの後ろの針金、濃いめ味玉トッピングになります肩濃いめ多め。黒濃いめ多め。1番。すいません、お待たせしました。2番、針金濃いめ。針金バリー。バリか。横玉入り3番。4番片玉。普通玉のり玉。すいません、お取り返します。普通5番。
また3いいがね多め3番片目3番針金で針金針金78バリはい78すいません横から失礼しますどうぞはいどうぞはいどうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ5番受けでありがとうございました。いつもすみません。どうもありがとうございます。両方肩濃いめ多め玉ね5番これネギネギラーメンいやだっていつもと違う状態。ネギラーメン結構お店にはよく来られるんですか？結構来ますよ週1ぐらいかな。なんかお店の気に入ってるところとか。大将が元気なのと、あとお店の雰囲気もいい上にラーメンがめちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。とにかく毎日ここに立って全てのラーメンを僕が作ってお客さんに提供するっていうのがもうずっとのスタイルなんで。どうもありがとうございます。針金です。針金。粉玉4番針金濃いめ玉針濃いめ玉ほなどうもありがとうございます。はい、3番さんご飯ショーです。すいませんくださいありがとうございました。ありがとうございます。どうぞまたお願いします。針金のり玉1番針金濃いめのり玉1番ありがとうございます。ラーメンのお味はいかがですか？すごく美味しいです。最高です。
パンタ78片玉。2番両方固め。チャーシューの肉の固めになります。ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？ちょっと気になったのでいつも並んでるからそう、この前これと定休日やってこれ買ってなんか硬さが選べて替え玉何にしようかなって考えて食べてもないのにラーメンのお味はいかがですか？美味しいです。そんだけ白はいかがですか？白も濃厚で麺にもなんかしっかり味がついてるそれですごい美味しい水田さんはどんな方ですか？みんなの中心にはおったんですけど、それぞれの道があったけん、ここではやれてないんですけどね。昔自分で作れた餃子もうまかったし、焼き飯もうまかったし、なんせこだわってうまかったんですよ、なんでも。作れるものは自分で作りたいみたいな、自分から自らしんどい方ばっかり選ぶけん。1日寝かすっていうのが大事なことなんで、麺の状態が全く違うんですよ、出来たてで食べるのと。人は違うんですけど、ここは毎日今がもうこの設備でちゃんと営業してもやっぱり3時ぐらいに終わってしまうんでね、それをやっぱり設備と人をきちんと増やして、で夜もまずは夜も営業して、つけ麺なんかも東京の時はやってて、それをとりあえずつけ麺まではやりたいですね。営業時間延ばしてまあ一つメニュー増やすぐらいで、あまり増やすのは好きじゃないから。なんかこうずっと続けてこれた理由というか、
もうやっぱり始めたきっかけっていうよりはなんかやっぱりこんなのは好きなんだと思うんですよね。ものづくりがやっぱり好きだから結局外のカウンターやテーブル作ったのと一緒でこの地味にこのスープでも黙々とやるのが多分好きなんだと思う。まあ合ってるんでしょうね。でまあ縛りがない自分で思ったことができるようなのが一番いいですね。この仕事楽しいですか？やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。だって本当一時お客さんがいない時なんか思ってたら本当にただただ幸せで、本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。餃子は抜群で美味しいです。手作りの手巻きで3分以内で巻けたら一人前や週のうち4日ぐらい行ける。相変わらず美味しいです。これダイヤか食えんやん。大です。はい、ありがとうございます。ビーセット。満足。喧嘩し持って44年やってきました。美味しいです。美味しいな。中華料理のジャンジャンと申しますけども、自分の体がなかなか持ちそうにない気に、何年できるかいう、まあ後継ぎがおる気にこの12日が来たら73、いつお客さんが来てもええような状態にして朝は準備だけ。冬の寒い日の朝とかは手作りの手巻きで、機械を入れたらわいう話もあるんやけど、機械設置してさあ今から巻きますよいう準備期間と機械が巻く速さと比べたら自分が巻く方が早いんです。昼はこれぐらい売れるやろういうだけ巻いて、で晩は晩で昼からまた巻くんです。1枚で60個できるんです。習い始めははかりと時計と置いて3分以内で巻けたら一人前やグラム単位ぐらいで大きかった小さかったいうのが分かります。会社勤めで自分は収まらんなというのがあったんで、自分で商売しよう。でチェーン店にしようと。そこでこういうのやったらええなと思って修行で入ってでチェーン店で出したんですよ。この辺香川県だけで11店舗ぐらいあったんですよ。どんどん餃子いうお店を出しとったし、本部が先に廃業してしまう。でも自分で全部自前でせないかん。やったらできるやろう。始めた当初、昭和56年から値上げとかいろんなのがあってどんどん値上がりして今は240円。
中華料理屋へ入れたらこの半分ぐらいで油もん焼きに汚い狭いとかいうのが自分の頭の中にあったけど、自分がやるんやったらこういう広さでやろうと。業者がきれいに使ってますね言われるのがやっぱり自分のやることは間違ってなかったな。澄み切ったのに油が出とるというか、白湯にしないんですよ。メインは醤油だね。うどんに対抗せならんから澄み切ったスープの方がいいかなと。昔ながらのやり方で値段をそのままいう形。うちはいまだに400円台ですよ。俺ももう長いことしとるうちに自分の感覚で沸く前にわっと入れてしまったらこういうふうに卵が変えられないんです。これを下焼き言ったらおかしいんやけど、一点にやるとどうしても十分な油が回らないというか、唐揚げの二度揚げと一緒で美味しさが出るんじゃないかな。昨日使わなかったきな、私たちが押したんでは、全然そうなんか
A にラーメンと焼き飯いうのをセットで。やっぱりそこは加減するやん。週1ぐらい。今日はタイムランチ美味しかったです。好きなメニューとかあったりするんですか？そうですね、餃子も美味しいし、唐揚げとか、あとニラ肉、そこら辺を結構あります。もう土曜日日曜日なんかこの3枚ぐらい下準備を十分にしてなかったら間に合わん。こっち関西の方では醤油ベースで。これぐらいいいの。8番な。
醤油ベースで味付けするときに九州の方で焼きラーメンとかいう商品があるんやけど、それに近い感じの焼きそば。天津大一。油加減、火加減いうのが昔から小中大で3種類の商品分けとったし、また最近ちょっとブームになった大盛りいうやつを昔ながらにやってた。これ天津飯の大です。大体注文して7分以内でお客さんのとこへ出さなんだら。乱分やでね。はい。はい、ランチです。はい、お待たせです。ご注文は何されたんですか？定食でな。あ、美味しいよ。美味しいですか？うん。我々の年代にしたらちょうどええわ。週のうち4日ぐらい行きよるけど、もうタオパスで入るよ。はい、餃子です。10番の餃子。天津飯の方。はい、どうぞ。ありがとうございます。4もう終わりや。皆さん B ランチ、これ全部切ってますか？はい、ごめんね、はい、すいません。お味いかがでしたか？相変わらず美味しいです。あ、酢豚定食と餃子。はい。美味しかったですね。B セット。ちょっと待ってもらえますか？
ちゃんぽん中1。もうスープがないです。はい、遅くなりました。先通ります。はい。よく言われる。すごいですよ。8はそれで終わりな。はい。はい、遅くなりました。P1ポパイ定食1ライスライです。え？
よっ。計算できた。すごい。今日は何勝分ぐらいなくなってるんですか？今日は3回目なので4勝なくなってます。まかない、そうです。そうです。創業当初からもうずっといらっしゃるんですか？はい。私ら二人がし始めたから。で、こはなかったです。息子がね、生まれてすぐ近くでおばあちゃんおじいちゃんがおったから預けて、頑張ろういう感じで、一時人数が少なかった時あったんですけどね。お父さん頑張ろうな、負けんと行こうないう感じで職人気質で。縁の下の力持ちさんでね。でもね、喧嘩し持って44年やってきました。お母さん元気でお店どんなよって言われるんや、しんどいのにって言うけど、お母さんの顔見に来よるけんなとか、そういう嬉しい言葉だから、頑張るわ言うて。割と焼き飯って豚もこれは焼き豚に炊く。
そうなんですね。チャーシューチャーシュー。市販のやつを買うと 100g300 円ぐらいするんで、自分で肉を買って加工しよう。で今いかにそのお客さんに安く提供できるか言ったらこういう努力を惜しまんとした手抜きみたいなことしたらお客さんもようしっとり分かる。オープンした時から自分が店始めた時からもう変えずに本当は手お客さんが次々と来始めるんですよ。油でこれも油も大事なきに捨てずに沸いてきて、こっから1時間。ですよ。はい、すいません、お待たせしました。ラーメンと天津小道中です。いただきます。いただきます。いただきます。飯です。お味どうですか？美味しいです。美味しいな。何を食べたんですか？焼きご飯。焼き飯。ラーメン。美味しい。ありがとうございました。ちっちゃい頃から来てます。数えれんぐらいやと。ほんまのちっちゃい頃からなんで。何がおすすめとかあるんですか？餃子は抜群で美味しいです。おばちゃんも楽しいし、アットホームで美味しいです。
すいません。で、全部来た。はい。いつもやる前で店だけじゃなくてもう家でもたこ焼きパーティーでも横に餃子があるぐらい、ここの餃子が並んでるぐらい。でっかい。なかなかこんだけ大きいサイズの唐揚げないんで、これが魅力かな。唐揚げがでかいでかいでかいね。仕事働く人さお腹に満足するわ。辛いです。豆のスープ鶏からと豚からと。
ランチでエワからで今毎日変わるからでも1個ゆで卵サービスについてくるから。ちょっと待ってください。お店ができたのは何年前ぐらいになるんですか？前の人は2年やっとったから大体16年くらい。店を始められたのはまた別の方が最初に。そう。これは友達に中国に帰るから私見せもらうから。四川省の出身。この料理も四川料理。四川料理全部じゃなくて特別に四川料理あるから大体は中華料理。日本人の口合わせて、日本人の辛さに合わせた辛さになってるって。でも日本人でも辛い好きな人多いよ今。台湾ラーメン。野菜炒め。
お店にはよく来られるんですか？初めて。今日は何を頼まれたんですか？定食と日替わり。鶏の唐揚げでっかい。一つ一つが結構、大きい。そうですね。わかったわかった。そのさ、蜂蜜ですね。はい。ちょっとですね。ありがとうございます。ラーメンセットで、醤油ラーメンの焼き飯をお盛りでしてください。灰哥行啊，赊到台灣東哥這邊買有啲。安くて美味しい。はい。チャーハンはお味はいかがですか？美味しいです。十分です。
肉チャーハン。はい。何ヶ月に1回とかは、はい、来てます。もう唐揚げが好きなんですよ。もう食べたなったなっていう時に来るような感じで来てます。なかなかこんだけ大きいサイズの唐揚げないんで、これが魅力かな。味も、まあ、肉汁が出てきて美味しいです。日替わりランチ。这冷面那种面的那种的。都在这里。ここのお店好きで週末によく来るんです。辛いのが好き。家でそんなに辛いのはできない。豚肉のピリ辛に感じです。ものすごい量が。さっきグツグツなってたもんね。辛いです。これもすごいでしょ。唐揚げも大きさがね。家ではこんな大きさはできません。1週間頑張ったら
コックさんも四川の方。そう、四川両方とも四川。四川で料理をずっとされてたんです。そうそうそう。哎，就全部到最后包的这些哪敢用那个嘛？那个剪出来哪好甜嘛？都是12号的。要一个大面。来了来了。啊。ニラレバ定食ですね。お待ちしました。一个炒饭，来个1比毛一定是。結構よく皆さんでお店は利用されたりするんですか？美味しい。お味はいかがでした？美味しい。満腹です。最高です。いつも。あります。本格的な味で。カレーです。チャーハン味どうだった？美味しかった。いいんじゃないか。1回で5キロ。はい、1回5キロ。2回とか。そうそうそう、1回5キロ。
炒饭，一个冷面，一个单品，你来这个。唐揚げは何個ぐらい作りますか10キロぐらい。はい、唐揚げだけ。2个台湾都给煮焦了。还有个这面子吧。2个冬瓜，一个拉面，一个盐。包给你了，我这边呢，对吧？这个。
あ、美味しいですね。料理の種類も多いし、ランチも安いしね。唐揚げがでかい。でかい。でかいね。お気に入りのこうメニューというか。台湾ラーメン。ちょうどいいかな。ホイコーローも美味しいです。そう、月曜日から土曜日ランチやってます。おすすめのメニューはありますか？今お客さん一番好きはディスコはエビマヨとチンジャオロースの方がいい。料理の量がセットだと1人前ずつ。そうそうそう、全部1人前ずつ。どうしてその量になったというか。仕事働く人さ、お腹に満足するの。平日とか働かれてる方が来られたりされるんですか？そうですね、仕事人多いからやっぱり、土日はちょっと家族多い。今日はありがとうございました。はいよ。
もありがとうございます。毎週土日いますね。飽きないから。すごい美味しかったです、スープが。美味しい。美味しいです。あっさりしてます。あっさりとして美味しかったです。みんなに喜びを与えるというか、そんな感じで明石家はる。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。チーズお願いします。体の熱を逃がさないようにすることです。登山するとき麺は何種類？3種類。今の細麺と中華麺と平打ち麺。めっちゃでかくなりますからね。もやしありません。一部の国々の懸念はあります。いいよ。ことが捜査関係者への取材で分かりました。社長は調べに対し、はい、引き返す判断は了解。細い。はいよ。カレーのスー。ライス。よっ。これ入れて。よっ。甘辛なやつ。はい。カレーのスーで温玉やね。
辛め。辛め。2人で朝からツーリングに出かけてたんですけど、走っててすごい寒かったんで、ここで朝ラーメン食べてから行こうってあっさりしてて美味しいです。麺お願いします。麺もや。演劇から固める作業用の車両を体験していました。参加した子どもたちは時計を見ると午後5時半でした。おはよう。厚ピリで煮卵だ。おそばなんですよ。塩ラーメン。塩ラーメン。塩。中です。はい。中でやる。中でやる。よー。もやし。煮卵ダブル。奥様塩だけでいい？はい。はいよ。塩中です。お待たせしました。卵ダブル。なるさんご飯。どうぞ、アスピリの煮卵ダブルの白です。お店はよく来られるんですか？毎週毎週土日いますね。毎週食べれるっしょ。食べてみて。毎週土日来てくれる。飽きないから。夏は冷やピリ、冬は厚ピリ。今日は塩ラーメンなんですけど、冬はピリ辛。夏は釜玉ジャージ。美味しい美味しい。でご飯とね。買いかまして。はい。会社員だ。そうそう、みんな会社員ですよ。もう不安がもうあるわね。ごちそうさまです。ありがとうございました。ありがとうございます。
ちらはこれね何になるんですか？だしがで作った佃煮です。ちょっとラー油でピリ辛な感じの佃煮になってます。だしは主にどういったものを使われてるんですか？いりこだしベースで、かつおと干し椎茸で合わせだし。お味噌の平打ちがいい。ほとんどぺちゃくみたいなやつ。あいつの逆にして。味噌はこれです。味噌つけ麺。これのミートラーメン、ミートソースをかけたラーメン作った。めっちゃ美味しい。中お2つ上がります。どうぞお待たせしました。ティーをね。その主人公は誰のためにで、美味しいです。あっさりしてる。最初。朝ご飯が無料って聞いたんですけど、6時から9時までは朝白ご飯無料サービスってやって働いた後お腹いっぱい食べてもらえたりとか、行く前でも結構腹ごしらえしてとか。朝はどんなお客さんが？仕事に行くとか、トラックで物運びに行く人とか、平日は仕事の人で、土日が趣味の人が多いです。毎度そうです。細麺の方がいいですか？味噌で細麺。いたしました。そういうお店ってあんまないよね。レトロ感になる感じ。アットホーム。なんかお気に入りのメニューとかあったりしますか？冷たい塩ラーメン、カレーそばね、これ好きなんですよ。今日はね、味噌ラーメン。美味しい。徳島ラーメンがあるので、すいません、失礼します。小さい頃からラーメンは大好きでしたね。はい。
客さんに毎日食べてきてもらいたいっていうことをイメージして食べやすい徳島ラーメンっていうのをうちは、提供させてもらってます。じゃあ渡しました徳島ラーメンで。徳島ラーメンらしい味してる。美味しいですよ。めっちゃ美味しい。ございました。こちらは今何をされてるんですか？これは今からチャーシューを炊くので、その分で一回きれいに形が崩れないようにで巻いて炊くようにします。バラ肉のブロックを使ってます。大体どのくらいのお肉を1日で？大体そうですね、徳島ラーメンの店なんでバラ肉のスライスを炊く方がよくは出るんですが、土日とかですと大体10キロぐらいは、使ってはいますね。チャーシューはどのくらいの時間炊かれるんですか？大体、炊く分で1時間半ぐらい、あとは火を止めて1時間ぐらい蒸らして。これは背骨ですね。げんこつと豚足も入れます。前日に使った骨は一回全部取り出すんですけど、新しく今日朝にその骨を入れて
で新しい出汁をしっかり取っていくという形で、ちょっと酸味が出たりしてくるんで古くなってくるんで、スープができるだけ新鮮な状態のスープをお客さんには提供していかんとかあるので、基本的にはもう1日使ったら次の日はもう捨てるという形にはしてますね。お米は主にチャーハンとあとセットのご飯と結構よく出ますか？出ますね。多い時だったら1日6升ぐらいは炊きますね。こちらは前日に炊かれたチャーシューになります。次の日使う分を前日に仕込んで1日冷蔵庫で寝かしてからぐらい使います。中華そばはチャーシューも違うっていう。そうですね、中華そばはだけちょっとチャーシューが違うんですよ。ちょっとあっさりめのちょっと薄口を使ったチャーシューですね。この黒い方は濃い口醤油をベースにしたチャーシューですね。
1名様、3段形どうぞ。ご覧になります。はい。終わります。ネギトッピング、卵です。ネギトッピングです。くだい。なみです。終わりです。お待たせしました。徳島ラーメン第2で、すいません、失礼します。失礼します。どうぞ。ライスの小お願いします。じゃあ上がります。はい。で終わりです。すいません、失礼します。豚骨ラーメンの味です。ありがとう。ご注文以上で間違いないですか。はい。はい。どうぞ。
りです。ありがとうございました。ラーメンの大と大チャーハンセットですか。はい。どうぞ。お待たせしました。チャーハンセットのチャーハンです。ラーメン、徳島ラーメン。チャーハンセットの徳島ラーメンだけど、はい、お願いいたします。終わりです。麺が今
スの小お願いします。はい、ありがとうございます。はい、生で。失礼します。香川です。今入れられたのは何に？粒こしょうです。麺上がります。お店は初めて。初めて、はい。高知から来たんですけど、バスケの試合っていうのがあって、それ近くだったので、通り道に昨日から気になってて、携帯で調べたらすごく点数も良かったし、ちょっと行ってみて、せっかく徳島来たし、行ってみたいねってなって、今日やっと来れました。徳島ラーメンお味はいかがでしたか？美味しいです。本場の徳島ラーメンでした。美味しかったです。なんか聞いたことあるね。うん、何かで見ました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。チャーシュー麺、チャーハンセットとチャーシュー麺のチャーハンセット、お肉入りダブルのはいナルの B セット B セット、はい
だけどチャーシュー麺です。お待たせしました。チャーシュー麺です。すみません、お願いします。肉入りダブルです。すみません、失礼します。お店にはよく来られるんですか？いや、今日初めてです。初めて来られたんですか？前はたまに通るんですけど、入ったことがなかったんで。で、お味はいかがですか？美味しいですよ。スープも飲み比べとかされました？しましたね。はい。どちらが好みとか？両方。お待たせしました。どうぞ。階段曲がります。麺がいます。はい。まあ、トッピングの全部のせて持ってもらいたい。徳島ラーメン何かお一つですか？2つで、はい、両方ともライス。中華そばの網です。はい。はい。ご注文以上でお待ちですか。はい。次どうぞ。お店にはよく来られるんですか？1ヶ月に1回ぐらい。あんまりすごくなくて美味しいと思います。チャーハンのお味はいかがですか？美味しいですよ。
お味はいかがでした？美味しかったですよ。徳島ラーメンらしい味してる。徳島ラーメンで、失礼します。中華そばです。失礼します。よいしょー。麺上がります。失礼します。徳島ラーメン並です。はい。豚骨ラーメン並です。全部失礼します。もち麦茶で間違いないですか？はい。ぜひどうぞ。いただきます。バリバリ食べてください。今日はどうしてお店に来られたんですか？徳島ちょっと観光遊びに来てて、でまあお腹空いた時にせっかくやけん徳島ラーメンどうか言って調べたら出てきたんで。徳島ラーメンは初めてですか？徳島で食べるのは初めてです。はい。本場のお味はいかがですか？めちゃくちゃ美味しいです。
しましたチャーハンと徳島ラーメンです。すいません、失礼いたします。ございました。もともとは大阪でラーメン屋で勤めてたんですけど、独立して自分の店持ちたいなと思って、それで、徳島に26の時に帰ってきまして、6年7年ほど有名な徳島ラーメンのお店で修行させていただきまして、で2014年に自分の店をこちらの方でオープンさせてもらったという形で、最初帰ってきた時に徳島ラーメンっていうものを僕全然知らなかった、それで初めて徳島ラーメンの有名なお店の方に食べに行った時にむちゃくちゃ美味しいなこれって思って、それで徳島ラーメンのお店をやろうって思ったのは、そのきっかけの一つではありましたね。こだわりを持って、お客さんに満足して食べて帰ってもらって、また来ようって思ってもらえるような店作りを目指します。